ドスンストームコレクティブルズハンマバキよりハンマ裕次郎の紹介になります。ありそうでなかったハンマ裕次郎のアクションフィギュアが海外メーカーから発売ということで、日本のメーカーからも出ても良さそうなものなんですけども、昔ありましたよね。メーカーは出年しましたけども、ラインナップにオロチドッポとか、あと花山薫とかあったように記憶していますね。それこそね、アメージング山口とかと相性いいとは思うんですけどもね。で、バキはね、僕最初からリアルタイムでかというとごめんなさい、長くなって。烈海王。キャラクターがめちゃくちゃ好きで、烈海王のためだけに読んでましたね、バキは。ざっと。まさかのパンイチ梱包ということで、この辺もね、裕次郎らしいですね。で、裸なんですけども、あえて靴は履かしたまんまっていうね、上だけ全部脱がして、靴だけは履かしたまんまと。これ分かってるね。分かってる。では、早速開けていきましょうか。ボリューミーですね。思ったより軽いですね、見た目に反して。ではね、早速中身の方すべて取り出していきたいと思います。ではまず頭部の方から見ていくんですけども、これはすごいな。デジタルプリントは使われているのかな、ちょっとわかりませんけども、いずれにせよね、造形塗装が完璧ですね。で、僕は素人なんでわからないんですけども、バキの絵って 3D 化するのにはなかなか難しめの絵だとは思うんですけども、何でもそうだとは思うんですけどね。その辺の再現度が素晴らしいですね。この頬骨の造形。この辺ね、最近のバキの絵によく見られる感じなんですけども、で、髪の毛も造形塗装が細かくてめちゃくちゃよくできていますね。いや、素晴らしい出来です。頭部パーツは先ほどのやつ以外に3種類付属しまして、そのうちの一つの食いしばり顔ですね。こっちの出来もめちゃくちゃすごいです。歯なんですけども、一本一本塗られていて、はみ出しが全くありません。歯茎も綺麗に塗られていますね。で、このシワ、原作再現度が半端じゃないですね。おでこの部分も血管が浮いてる造形になっているんですけども、この辺もしっかり再現されています。で、髪の毛も先ほどのやつとは違って少し逆立った感じに造形されていて、アクションポーズ取らせるにはうってつけの頭部パーツ。こちらも食いしばり顔なんですけども、顔中にシワが寄って先ほどよりもさらに険しいものになっている。左の口角が少し上がったような感じで笑顔にも見えますね。こっちもね、作中よく見る表情なんで再現度は素晴らしいですね。で、髪の毛も先ほどの食いしばり顔よりも少し逆立った感じになっていて、自分の技を使わせてしまった相手へのリスペクトを込めて本気を出した裕次郎という感じでしょうか。最後にこの頭部になるんですけども、これはあれかな、元部伊蔵との会話でブチ切れた時のやつを再現した頭部になるんでしょうかね。もしそうだとすれば、作中よりもフィギュアの方がよくできていると思いますね。よくできているっていうのもおかしいかな。もういずれにせよね、どれも頭部パーツめちゃくちゃよくできています。筋肉の方も作中をしっかり再現したものになっていて、この腹斜筋なんかそうですよね。で、大胸筋にあたる部分、ここがね、こんな風に柔らかくなっていて、他とは違う素材が使われている。で、裕次郎といえばこの背中、本気を出した時に筋肉が隆起するんですけども、それが鬼の顔に見えることから裕次郎はオーガと呼ばれているんですけどもね、その強さと相まってその辺もしっかりと再現されている。このパンツなんですけども、先ほどの大胸筋同様柔らかい素材が使われていて、可動の妨げにならないようになっています。
可動範囲いきましょう。まずは頭部外すとこんな感じの接続になっていて、ボールジョイントですね。で、それを踏まえて、後ろへはここまでいけて、前はここまでいけますね。で、ボールなんでぐるりと一周回って、このように傾き取れると。上半身、肩および腕はまずこのようにバタフライ機構がありまして、水平はここまでいけて、でぐるりと一周回れて、二の腕で回転できて、肘がここまでですね。で手首はこのような接続でぐるりと回り、このように角度つけれると。上半身の方は胸の部分と腰でそれぞれつながっていって、それを踏まえまして後ろへはここまでかな。で前はここまでか。で胸の部分でこのように動いて、ちょっと一周は無理かな。動いて、で腰はね一周できて、ボールジョイントですね。このように角度つけれると。下半身の可動は引き出し機構とかはなし。前はもっといけるかな。ここまでいけて、ぐるりと一周はできそうではあるんですけども、先ほども言ったこのパンツが軟質なので、無理するとちょっと破れそうになるのでやめておきます。で足の付け根でこのように動いて、回転はできないかな。で股割りはここまでいけるかな。接続こんな感じですね。で膝がここまでいけて、足首はこのように取り替えができるので外れます。で後ろへはこうで、前はここまでで、つま先動いてこのように傾きも取れると。付属パーツいきましょう。まずは素足が左右分、手首パーツは6種類が左右分、そして最後に服ですね。どちらも布製でできています。そんな服の着せ方なんですけども、これがなかなか難しくて、まずズボンからいきましょう。この帯の部分が後ろと前の部分でこのように留められていて、これをまず外します。で足首を両足とも外しまして、このようにしっかりと揃えてあげてから、でズボンを履かせるわけなんですけども、これがねなかなかに難しいんですよね。で止めてあげれば完成。止めてあげれば完成。はい、ズボンの方履けましたね。次は上着をいきましょう。上半身の方はまず頭部と手首パーツを外しまして、万歳させてここから入れるわけなんですけども、このね腕外れるとは思うんですけどもね、それちょっとやらずにやってみますね。この上着もね結構伸縮ある素材なんで、これはちょっと無理かな。手外さんと、これ無理かな。ちょっとやってみよう。
よし、とりあえずできましたね。はい、着せ終わりました。上半身はやっぱり腕パーツを取った方が良かったのかもしれない。それぐらいきつかった。で、ズボンにはポケットがありますので、手首パーツを外してこのように突っ込んであげることができる。サイズ比較。フィギュアツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。そして同シリーズストームコレクティブルズのハンマーバキと並べるとこんな感じです。作中だともう少し慎重さあったように思えるんですけども、まあ許容範囲かなと思います。はい、終わります。今回もありがとう。バイビー。